こんにちは、まんまるなです。今回は意外と知られてないかもと思った地味だけど便利なアイデア商品をたくさんご紹介していきます。ぜひ最後までご覧ください。最初にご紹介するのがセリアの次が使いやすい手提げ袋です。以前次が使いやすいゴミ袋をご紹介しましたが、違いは今回のものはマイバッグの代わりにも使える手提げ袋にもなるタイプです。今回私が購入したのはセリアのものですが、ダイソーやキャンドゥにも同じような商品があります。わざわざ袋を別の場所に取りに行かなくていいのですごく楽です。以前ご紹介した次が使いやすいゴミ袋との違いは手提げ袋になっているかどうかという部分のみです。今回のものは手提げ袋にもなるので、マイバッグの代わりとして2、3枚ちぎってカバンに入れておけばいざという時に使えます。小さいカバンにもスッと入り込むので、マイバッグが入らない時にもこちらを持っておくと安心です。破れにくい素材で安心して使えます。次にご紹介するのがダイソーの挟む鍋蓋スタンドです。料理中置き場に困る鍋蓋を挟んで縦置きしておけるアイテム。使用できる蓋のサイズなどはこちらの通りなので、事前確認してからの購入をおすすめします。カラーはこちらのグレーと赤の2色展開です。我が家のいろんな鍋蓋で試してみたいと思います。まずこちらの蓋です。つまみ部分を持ってもう片方の手でリングを開き挟みます。私はパッケージをよくチェックせずに購入してしまい、帰ってきて確かめると我が家の蓋のつまみ部分はどれも3センチ以上でした。なので挟むとどうしてももう片方のリングが開いてしまいます。ただこちらはそれでもぐらつかずに安定はしました。ちょっとぐにゃぐにゃするシリコンの鍋蓋でも試してみました。
型の直径がパッケージに書いてあるサイズよりも小さい場合は支えることができませんでした。次にセリアで 3way の卵切り器を買いました。ゆで卵を3通りにカットすることができるキッチンアイテムです。卵を置く土台の上にハーフカット用、スライスカット用、花形カット用と3通りの部品が載ってます。すべてこのように積み重ねて収納でき、コンパクトにまとまります。土台に高さがあるので中身が出てきたりもしません。卵を置き、上からカッターを垂直に押せば力もいらず簡単にカットできました。スライスや花形は包丁ではうまくできないので助かります。ただ一つ、このように特に土台の中身が複雑なので奥まで洗いにくいのが難点だと思いました。卵が奥の奥まで入り込んで取れないということは今のところないですが、気になる方はブラシなどを使った方がいいかもしれません。次にご紹介するのがダイソーの蛇口給水リングです。キッチンや洗面所の蛇口周りに置いておけば水滴を吸収してくれ、水垢を防止してくれるアイテム。蛇口周りの面倒な掃除の手間を省くことができます。材質は石膏、珪藻土です。今回購入したこちらのアイテムは蛇口周り用でパーツがこのように2つに分かれていて、いろんな蛇口の仕様に合わせやすくなってます。我が家のキッチンの蛇口はレバーを上げ下げするタイプなので、濡れた手で触ると水が伝って下にたまり、あっという間にびちょびちょになってしまいます。早速取り付けてみると、我が家の場合後ろ側に隙間が空いてしまいますが、主に水が伝ってしまう表側を中心にカバーできました。
外してみると濡れてます。すぐに吸水できるようなものではないようです。数時間空けて確認すると吸水されたのか水は残ってなかったです。ただ量が多いと吸水されてないこともありました。またこの吸水リング自体をずっとここに置いておけるわけではなく、夜間などこまめに乾燥させないといけないようで、このリングの管理に気を使うならさっと蛇口周りを拭いた方が早いかなという気もしました。次にご紹介するのがダイソーのステンレストイレットペーパーホルダーです。トイレに備え付けのホルダーに装着すれば、予備のトイレットペーパーを吊り下げて収納することができます。フックの部分を備え付けのホルダーに引っ掛けて使用します。使用時のサイズは縦14センチ、横14センチです。ただし備え付けのホルダーやトイレットペーパーの種類や形状によっては使用できない場合もあります。最後にダイソーの抗菌袋止めクリップのご紹介です。半透明のシンプルな形状のものです。他に私のお気に入りがスライドジッパーです。ダイソー、セリア、キャンドゥなどあらゆる100均で取り揃えられている商品です。こういったツルツルした袋の口を留めるのに向いてます。袋を1重あるいは2重ぐらいに折りたたみ、その間にスーッと差し込むと密閉できます。差し込みやすい上、しっかり密閉できるところと閉じた後の見た目が綺麗なところが気に入ってます。